はい、皆さんこんばんはとかいうね、 UMPC 全盛期に生まれたおっさんがお届けする OneMix2S の詳細レビューになります。 GPD Win とか GPD ポケットも使ってきたんですけど、今一番お気に入りがこいつです。で、昔はアトムで非力だったり RT とかの OS の制限があったんですけど、これはフルウィンドウ付きなんで過去の遺産とかも使えてすごい楽しめますね。で、マウスがちょっと若干使いにくかったりするんですけど、 Linux とか入れて、CUI で操作すればもうちょっと快適な感じですね。で、あとは何といってもパワフルですね。昔からは考えられないパワフルさです。で、ゲームとかもドラクエぐらいだったらもう全然問題なく動きます。でも調子に乗ってね、 FF とかをちょっとベンチマークしたんですけども、全然歯が立たなかったです。すいません、もう舐めてました FF。 内部ストレージの SSD が NVMe なんですごい爆速なんですよ。ここは他のライバル機を大きく凌駕してるところなんですごいですね。で、この指紋認証も読み込み一瞬で終わります。パスワードも打たなくていいし、これは便利ですね。で、このタブもめちゃめちゃたくさん開いてるんですけども、全然パワー不足っていうのは感じないですね。7インチサイズのコンパクト設計なので、仕事するふりしてどこでもゲームを楽しめます。で、スト4も快適に動くんですけど、5はちょっと厳しかったです。皆さんの好きなPC98 のエロゲーとかだったら余裕のよっちゃんで動くと思います。iPad で遊ぶんだったらタブレットモードよりこんな感じで遊んだ方が画面がより見やすくていいんですけど、ちょっと問題があって、斜めキーがあんまし判定良くないんですよ。で、勝利権とかがすごい出しにくいんですよね。個人的に Windows のゲームパッドでおすすめなのは8ビット同ですね。ワイヤレスだったらこれ一択しかないんじゃないかなっていうぐらい安定してます。GPD Win だと若干手のひらに小さい感じだったんですけども、僕はこっちの8ビット同の方のコントローラーの方が好きですね。でもこれだったら連続昇竜拳とかも余裕でできちゃいます。iPega も国尾くんみたいなゲームだったら全然問題ないんで、用途に応じて使い分けたらいいかなと思います。見たら iPega の方はキーボードみたいな認識で、8ビット同はちゃんとゲームパッドとして認識してたんで、その辺のところでちょっと差が出てるのかなって思います。 GPD Win のマウス機能がすごい便利だったんで、Joy2 キーを使って8ビット同のコントローラーをマウス代わりにして使ってます。こんな感じで左のジョイスティックでマウスカーソルを動かしたり、AB ボタンで左クリックとか右クリックを実現させてます。で、上ボタンで全画面とか下でデスクトップとか、そんな割り当てをして便利に使ってます。右側のジョイスティックで画面スクロールとかっていうボタンも割り当ててます。見にくいですけど、今左のジョイスティックでカーソルをくるくるさしてます。で、これ真ん中のボタンも効くんで、マウスの中央ホイールみたいな
割り当ても簡単にできます。で、今は LR でタブ切り替えとか行ってるとこですね。ジョイトゥーキーは機能切り替えも簡単にできるんで、こうやってメディアリモコンみたいな使い方もやってます。で、十字キーの上下で音量アップダウンとか、XYAB ボタンで動画の再生とか停止とかって感じで使ってます。ゴロネマウスみたいな感じですね。あとはもう Kindle いらないんじゃないかなって思うぐらい電子書籍リーダーとしてかなり優秀なことに気づきました。今これ青空文庫を読んでるところなんですけども、どうですかね、すごく見やすくないですか？普段こんなの読まないんですけど、ちょっと昔の作品とか読もうかなっていう気にさせられましたね。とか言いつつ漫画ばっかり読むんだろうなって思うんですけど、見開き2ページでも文字認識なんとかできますね。単ページだとこんな感じでページ送りするのが便利です。で、タブレットモードでももちろん読みやすいです。あといいとこばっかりじゃなくて、この文字の入力っていうところで考えるとやっぱり苦手としてるところかなって思いますね。特に半角全角キーがないっていうのは日本人としてかなり使いにくい仕様になってるんで、僕はこのオートホットキーっていうのを入れて、最初は右シフトを変換キーに代用してたんですよ。でも右シフトだとクエスチョンマークとかアンダーバーとかが結構大変なことになってたんで、ちょっと変えて、今だったらバッククォートを半角全角の切り替えボタンにして使ってます。っていう感じで設定を終えた後は左上のバッククォートボタン1個押すだけで変換できるようになりました。シフトとキャプス、あとはオルトキーとキャプスキーで変換もできたんですけども、ボタン1個で変換できる方が使い勝手としては全然違いますね。実際毎日触ってはいるんですけども、これで毎日ブログを編集したりとかっていうわけじゃないんで、タイピングのレベル的にはそんなに変わんないんですけど、実際打ってみたらこんな感じなんですよ。出だしは良かったんですけど、この辺から別に極端にスピードが落ちるってことはないんです。嘘ですね。めちゃめちゃスピード落ちますね。こんな仕事してたら怒られちゃいますよね。で、すごい肩を狭める感じでタイピングするんで、肩が異常に凝ります。おすすめしないですね、これは。で、僕みたいに多言語入力するっていう人はシフトオルトキーで言語変換するんで、ここのキー位置が変わってないのはすごく助かりました。半角全角キーが省かれちゃうのは世界標準から見ると仕方ないことかなとは思うんですけど、西洋の人はそもそも変換する必要ないですし、中国語もね、シフトキーで英文漢文の切り替えができるようになってるんで、やっぱり日本人みたいにその必要性わからないと思うんですよね。でもやっぱりこれから日本市場を狙っていくっていうんだったら、ここは日本語仕様のキーボードもあった方が絶対いいですよね。若い人とかプログラマーとかは英文配列の方がいいよっていう人はいると思うんですけども、この変態キー配列は英語のキー配列にすらなってないんで、やっぱりキー配列っていうのは重視して変えていってほしいですね。それからスタイラスペンが使えるっていうことも OneMix2S の魅力の一つだと思うんですけども、でこうやってうまく認識してくれることもあるんですけども、特に日本語の文字認識とか変換とかがめちゃくちゃなんで、Google 並みに使えるようになるまでマイクロソフトさんとか他の関係者もうちょっと頑張ってほしいですね。OneMix のスタイラス自体が悪いとかそういう話じゃないんで、やっぱり Windows をもっといいものにするために Windows のソフトをもっと改善していかないとユーザーが離れていくんじゃないかなって心配はあります。そう、変換がクソなんですよ。で、
今回動画で中の電池のサイズとか紹介しようかなと思ってみたら、電池が膨張してたんですよ。でなかなか抜けなくて、思いっきり振りかぶって遠心力利用してやっと取れました。なんで数ヶ月でこんなになっちゃうんで、定期的にチェックした方が絶対いいですね。あんまりないサイズなんで Amazon で見つけてすぐ購入したんですけども、数ヶ月でこんな感じになるんだったら Amazon の電池は買わない方がいいかもしれないですね。こんな感じですごいキツキツになってるんですよ。で一番手前のペンがワンミックスのオリジナルペンですね。でこの2番目のペンは Galaxy Note なんかにある S ペンです。でこの短いペンは VivoTab Note 8についてたワコムペンです。こっちがライフブックで使ってる富士通のワコム対応のペンです。で上の銀のクリップは100均で買ってきたボールペンの上の部分を使って流用してます。でこれが T91 ですね。ASUS のスタイラスペンになります。アクティブペン、これ256段階対応らしいです。でこれはワコムの液タブ用のペンなんですけども、規格が合ってれば東芝でも富士通でもデルでも、あとは ASUS とかサムスンとかいろんなものに使えて便利なペンです。で先っぽを変えて柔らかいものにしたりとかできるし、あとサイドのボタン2つと後ろも消しゴムとして使えるんで、すごく重宝してます。初期型の Apple Pencil も同じ問題があったと思うんですけど、丸いとやっぱり転がりやすいので、その辺の対策が今後欲しいですね。でもう少し長い方が使いやすいですね。でこれコロコロ対策すでに済んでるかもしれないんですけど、ディスプレイにマグネットがついててスタイラスをつけられます。で缶バッジもつけられたりスパナも起きるんで、いつでも修理ができます。これは OneMix2S でクリップスタジオを使っているところなんですけども、2048段階ってこんな感じなんですかね。あんまり筆圧の様子が伺えないんですけど、設定がちょっと甘いのかもしれないです。一応検知はしてるなって感じですね。これでお絵描きとかはちょっと難しいんじゃないですかね。越後製菓 T91 は256段階しかないんですけど、筆圧レベルはこちらの方が分かりやすいですよね。レベルが低い方がちょっと押しただけでも重みを感じて、すごく分かりやすい感じになってるとか、そんな感じなんですかね。もう分かんないですけど、こっちの方が筆圧のレベルは感じますね。これは富士通のライフブックで筆圧検知レベルは1028段階なんですけども、さすがのワコムですね。早く書いてもゆっくり書いても全部追従してくるんで、やっぱり書き心地はこっちの方が断然いいです。OneMix2S だと傾きが大きくなるとたまに反応しない時とかあるんですけど、ワコムだとそんな意識することもなく好きに変えて全部反応するんで、それ楽ですね。で同じワコムの規格だったら Android でも Windows でもメーカーが違ってもそれぞれのペンに互換性があったので、その辺はやっぱり便利ですね。液タブ用のペンが使えるっていうのがすごく大きいです。ここからは実際こんな風に使ってますっていうのを紹介していこうと思います。まずは市販の電子辞書いらない説ですね。リンゴーズ一つ入れとけばもう大丈夫なんですけど、オックスフォードとかロングマンも入れて EB ウィンの中に医学辞書、中国語辞書を入れて持ち歩いています。であとは英語付けなんかを入れとけば中高生も英語学習なんかができて面白いんじゃないでしょうか。定番ですけど Office とか Adobe 製品のソフトがあればどこでも編集作業ができるんでやっぱり便利です。Windows ストアから普通に Ubuntu なんかも
インストールできちゃうんで、シェルコマンドとか、あとは Java と合わせてプログラミングの学習ツールとしても使ってます。小学生とかもスクラッチに飽きたらもうどんどんこういうの渡していけばいいと思うんですよ。で、Java の入門書にドコ Java とかってスマホでコーディングさせるソフトがあったんですけども、すごいやりにくいんで、もう実際これでやった方がやりやすいと思います。Linux もネイティブで入れてもいいんですけど、メモリーにまだまだ余裕があるんで VMA 上に入れても結構使えます。インストール時に特別なこともしなかったですし、若干重いかなって思ってたんですけど、メモリの自動調整をなくすような設定にしたらスムーズに動くようになりました。で、こうやって解像度も変更したらフルスクリーンで動くので、すごく快適に使えます。あと OneMix2S にはビボタブみたいに GPS がついてないんですけど、USB でつなげられるようなこんな GPS のモジュールを買いました。で、こうやってナビのアイコンを好きなキャラクターに変えたりできます。で、大都会岡山は電波が届かなくてスマホのナビが使えないとかあるんですけど、これならオフラインでも使えるんで安心して出かけられます。でもかそっててオープンソースの地図を誰も更新してくれないんですよ。で、これが実際 GPS を掴んでる時の記念すべき写真ですね。カーナビ以外にも海図や営業マップにも使えるし、正確な時間も把握できるんで GPS を今後標準で搭載してほしいですね。あとこんな感じで外部モニターとか折りたたみのキーボードがあれば外でも編集作業がもうちょっと楽になります。簡単に大画面につなげるんで 4K 画面でゲームを楽しんだり Amazon プライムを見るってのも簡単です。しばらく使ってみてどうしてもやっぱりキーボード配列は直してほしいなっていうのがあります。この ASUS の T91 みたいな配列が本当に理想なんで、これに近い形でお願いしたいですね。あとスリープの復帰も T91 はすごい早かったんですよ。ボタンを押してもう一回ピッと押せばすぐに復帰、 Android みたいな感じで使えたんですけど、OneMix2S はちょっとスリープ状態が深いような感じがします。で、フル HD の7インチって Windows だとすごく使いにくいんで、もう少し大きい画面が欲しいですね。って思ってたら 8.4 インチにするよっていうことだったんで、OneMix3 にはすごい期待してます。あとはやっぱりマウス革命ですね。GPD も OneMix もマウスがちょっといまいち使いづらいんで、今度はびっくりするようなマウス機能が欲しいです。あと両面カメラと GPS もつけてほしいですね。で、あとはあの硬いヨガヒンジもなんとか改善してほしいですね。あんまり柔らかすぎるとこうやってライフブックみたいに画面が安定しなくて困るんですけど、今の OneMix のヒンジはすごく硬いんでタブレットモードとかすごい難しいですよ。硬くて本当にしっかりして書き込みの時は便利なんですけど、あとペンのプロトコルもマイクロソフトかワコムにしてほしいっていうのがあります。富士通スタイルだとタブレットモードにするときにわざわざ持ち上げなくていいんで、これは便利です。OneMix2S のヒンジはこれ以上やると壊れるんじゃないかって躊躇されるぐらい本当に硬くて、中途半端にやるとこうやって隙間ができるんですよね。これを見てなんかすごい放熱対策がしっかりしてるとか言ってる人もいたんですけど、でしっかり押し込んでやるとこうやってピタッとはまるようにちゃんとなってるんですよ。あとは GPD ポケットを変に意識しすぎちゃってるっていう問題もありますね。ここまで来たら全部そのままそっくりコピーすればいいのにっていうところもなんか微妙に変えてくるんで、そこが使いづらくなってるっていうところがあったりするんですよ。で、スペースキーがなぜか長くなってボタンが3つぐらい省かれちゃったんで、これはやっぱり使いづらくなってます。このサイドのポート類とかも微妙に変わってて、 GPD ポケットと OneMix2S だと端子の付き方が逆になってるんですよ、上下が。だから
なんか干渉する USB とかも出てくるので、その辺なんでやっちゃったのかなっていう感じですね。あと 5V 充電サポートしてなかったんで、専用のバッテリーとか AC アダプター買わないといけないんで、無駄な出費がかさみます。アクセサリーの充実も頑張ってほしいですね。 GPD ウィンは DS と同じサイズだったんで、アクセサリーいっぱい見つけられて楽しかったんですけど、OneMix2S はもう持ち運び用のケースを見つけるだけでもめちゃめちゃ苦労しました。で、苦労してやっと見つけたのが7インチポータブルナビ用のハードケースです。これがサイズ感ぴったりで本当にしっくりきます。で、今はソフトケースを使ってるんですけど、こちらはガジェット類をまとめて持ち運べるんで便利に使えます。で、USB が上下逆になってるんで、こうやって地デジチューナーなんかを入れちゃうとアンテナの向きが逆とかで困ることになります。というように気になる点はいくつかあるんですけど、やっぱり現時点でも最強の UMPC っていうのは言えると思います。どれぐらいパワフルかっていう検証動画になればと思って撮ったんですけど、VMware とか辞書2つ、あとニュースサイトとか立ち上げても全然フリーズすることなくスムーズに使えます。実際今動いてるのは左上のニュースサイトだけなんですけども、これもタブ5個ぐらい開いて、それでも軽快に動いてくれるんで、本当にパワフルですね。で、今日発表があって、OneMix3 もこのまま引き続き CPU を 8100Y にするっていうことなんで、OneMix3 を購入する際にも参考になる動画じゃないかなと思います。UMPC っていうことで持ち運びの面ばっかり注目されがちなんですけども、母艦 PC としてのポテンシャルもめちゃめちゃ高いです。で、Word、Excel、PowerPoint、いられ、Photoshop、動画って同時に立ち上げてるんですけども、これもこなすんですごいですよ。っていうことで、大きくなってもっと使いやすくなるであろう OneMix3 の方にも今後注目して追っかけていこうと思います。すごく長い動画になっちゃいました。長時間ありがとうございました。